こんにちは。恒例の国際タルタリア解説バージョン 4.8 です。今回は後半にタルパやイワシールド持ちのボスが並んでいるので、使用率は前半に偏りそうですね。一応前半後半どちらも解説しますが、後半に関してはほぼネタだと思ってください。またカズハの二突効果を考慮して、本動画ではタルタリアの生物が水剣に、カズハの水力用セットが2セットになっています。火力的には星5キャラ元津の国際タルタリアにかなり近づけられたと思います。最後に、ここで紹介する立ち回りは再現性を高めるために運要素を限りなく排除したものになっているので、必ずしも最適とは限りません。興味があれば他の投稿者さんのタイムアタック動画もぜひ見てみてください。ビルド解説。まずはタルタリアから、テンプはスキルと爆発優先で、通常もある程度当てておきたいところ、暖流派や狙い撃ちのダメージが伸びます。ステータスの目標としては、単発効果力の元素爆発で1例分まとめて処理できるのが強みなので、会心率は高めにしておきましょう。チャージはそこそこあれば嬉しい程度です。生物のメインステータスは、攻撃、水元素ダメージ、会心系のオーソドックスなアタッカー構成、蒸発火力が伸びるので時計は熟知もおすすめです。サブステータスは会心優先で、熟知や攻撃も伸ばせるとグッドです。生物セットは水星用セットがベスト。森林も強いですが、水星や2セット複合と比べて爆発火力が伸びないのが弱点。4セットが揃えられなくても、それっぽい2セット複合で火力は十分なので、厳正ハードルはやや低めです。武器は会心ステータスを伸ばせるものがベストで、ダメージバフが漏れるなら攻撃や熟知武器もいい感じです。続いてシャンニー。最優先はもちろん爆発ですが、実はスキルのグオーパーでも結構ダメージが出せるので、余裕があれば当てておきましょう。ステータスの目標としては、まず会心率の確保、会心ダメージを削ってもいいので、70% ほどは確保しましょう。元素チャージ効率も同じくらい重要で、220% ほどあれば爆発を快適に回せると思います。ただし立ち回り次第で200% 未満まで要求値を下げることも可能です。生物セットは絶縁用セット一択。メインステータスは元素熟知、炎元素ダメージ、会心系が理想ですが、時計に関してはチャージや攻撃でも問題ないです。サブステータスはとにかく会心とチャージ、メインもサブも全体のステータスを見ながら調整しましょう。武器はチャージや会心が伸ばせるものの中から足りていないステータスを補う形で選ぶといいです。カズハのテンプはサポート性能や拡散ダメージに一切影響しないので、育成リソースが足りなければここで節約できます。ステータス目標は熟知とチャージのみ。まず最低限チャージを 160% 確保して、そこから可能な限り熟知を伸ばしていくといいでしょう。生物は水力用セット一択。メインステータスは全て熟知が理想で、爆発の回転率が悪ければチャージ時計の採用もありといった感じです。サブステータスでもチャージと熟知のみ厳選して伸ばしていきましょう。武器は熟知やチャージが伸ばせるものの中からお好みで、倉庫がかなり強いですが、平成メンバーの厳選が進んでいない場合はチーム全員にチャージを配れるサイフォスがかなり優秀です。最後にベネット。必要なテンプは元素爆発のみ。とても強力な攻撃力バッファーなので、積極的に王冠を使ってもいいと思います。最低限必要なステータスは元素チャージ効率のみ。他のステータスがそこまで重要ではないので、チャージは可能な限り伸ばしたいですが、とりあえず 200% 以上確保しておくと問題なく運用できます。なので時計のメインステータスはチャージ一択。杯と冠については、回復力を伸ばしたければ HP と治療バフ、少しでもダメージを出したければ炎元素ダメージと会心系といった感じです。生物セットは共感用セットが理想ですが厳選が大変なので旧貴族用セットでも大丈夫です。ベネットの攻撃力バフは本人と武器の基礎攻撃力のみ参照されるので、武器はなるべく基礎攻撃力が高いものを、もしくは爆発の回転率重視でチャージ系のものを持たせましょう。では基本ローテーションのおさらいです。まずはタルタリアの元素スキルで、敵に水元素を付着させます。次にベネットの元素爆発、スキルは使わずにカズハに交代。元素爆発で水元素、元素スキルで炎元素を拡散します。水元素と炎元素の両方のバフと耐性でバフが完了したところで、シャンリンに交代して元素爆発、スキル。最後にタルタリアで元素爆発を打ったら、近接モードでしばらく攻撃します。さて、この編成を使う上でよく難しいと言われているクールタイム管理ですが、個人的には元素爆発ボタンの残り時間を見て判断するのが簡単だと思います。
タルタリアが無凸の場合は残り6秒から4秒くらいで切り上げます。さて、タルタリアを引っ込めた後は粒子回収パートです。カスハスキル、ベネットスキル、粒子を受け取りながらシャンディスキル、タルタリア狙い撃ち、これをもう一周します。最後の狙い撃ちで敵に付着した炎元素を消したら、またタルタリアの元素スキルからローテを繰り返します。この編成は、敵の配置やウェーブに対応して変則的なローテを組むことも多いですが、慣れないうちはこの基本ローテを繰り返して覚えましょう。それでは前半12の1、工場から栗陣形です。まずは基本ローテで HP が残り 30% になるまで削っていきます。からくりの行動はランダム性が強いですが、密着することで攻撃の選択肢を近接のみに絞ることができます。また、この後の分裂ギミックをスムーズに処理するために、HP が残り 30% に届く手前で粒子回収もしておきたいです。ギミックですが、足元に黄色い輪っかがついている遺跡騎兵を倒すことで本体をダウンさせることができます。輪っか付きの騎兵はランダムで、三角の個体が当たり、近づくとバックステップするので、これを利用して本体の方に誘導します。あとは基本ローテで騎兵と本体を削って終了です。余裕があれば爆発を温存、粒子回収までできるとベストです。立ち回りのポイントと今回使ったローテのまとめです。からくりの行動はランダムなので、最初から落下攻撃をしてくる場合もあります。その場合はシャンディンとタルタリアの爆発の順番を入れ替えてみてもいいと思います。また、ギミックで召喚される遺跡騎兵の HP には個体差があり、カニとクラゲの HP は高いので外れ気味、HP が低い三角のやつとヘビが当たりです。ヘビは一定確率で地面に潜る行動をしてきますが、その場合は本体の近くに移動して出現位置を誘導することもできます。時間に余裕がない場合は騎兵の厳選をしてみてください。続いて12の2、3ウェーブ構成です。挑戦開始と同時に重機に向かってダッシュ、接近することで突進攻撃による離脱を防ぐことができます。また、次のウェーブの敵が右側に出現するので、右側の重機の方を積極的に狙うようにしましょう。粒子回収が終わったら基本ローテで攻撃します。2ウェーブ目はハウンド、襲敵が難しい厄介な敵ですが、離れた個体は深追いせず、片方を攻撃している間にもう片方が近寄ってくるのを待つのが安牌です。一応ワープや突進モーションの予備動作を見て、もう1匹の方に誘導することも可能です。さてここでワンポイント、3ウェーブ目を基本ローテでスムーズに開始できるように、ハウンドを倒しきる前に粒子回収に切り替えます。エネルギーが溜まりきるタイミングとハウンドを突破するタイミングを合わせられるとグッドです。ラストは建造マシナリー、クレーンの反対側の少し奥で待機することで、2体の位置をうまく重ねることができます。重なったのを確認したらすぐに基本ローテを開始、密着することで近接攻撃を誘発できるので、急いで倒しきりましょう。では立ち回りとローテのまとめです。主な注意点は開幕のダッシュと3ウェーブ目直前の粒子回収、それからマシナリーの誘導です。3ローテで倒しきることを目標に頑張りましょう。12の3は全部で4ウェーブ、1ウェーブ目と2ウェーブ目を1ローテで処理するイメージで始めていきます。チャージが完了していない場合は粒子回収から終わり次第基本ローテで攻撃します。カズハのスキルで吸引しやすいので、襲撃はさほど難しくないと思います。1ウェーブ目はタルタリアの爆発はなるべく温存しましょう。マシナリーが出現したタイミングで縦に並んで押し込むような位置から近接爆発、そのまま双剣モードで処理します。近接爆発を使った時のクールタイム管理ですが、近接モード中の通常に銃撃が合計5回ほどになるよう調整するといいと思います。3ウェーブ目も2ウェーブ目と同様に縦に並んで押し込むように攻撃するのがベスト。基本ローテで処理します。
後はエルマイトル団の2人組、召喚される悪霊の位置をまとめたいので、リングダンサーの近くで待機します。召喚後は攻撃の密度が高いので、無理に2元素拡散する必要はないと思います。悪霊を倒すと召喚士がダウンするので、悪霊優先で攻撃、タルタリアの爆発に召喚士も巻き込めるといい感じです。それでは立ち回りとローテのまとめ、人型マシナリーを縦に並べて攻撃するのと、悪霊の召喚位置をまとめるのがポイントです。前半の解説は以上になります。それでは後半12の1、濁水源霊とタルパです。どちらも常に水元素付着扱いで、特にタルパはヒットボックスが大きいため、シャンディンとの相性が抜群にいいです。ベネットを貫突している場合はどこぞの同種みたいなこともできちゃいます。ただしスタミナ管理と被弾には注意しましょう。他に解説するところは、この攻撃はカズハのスキル長押しでも回避できます。なんだかんだ1分もかかりませんでしたね。タルタリアの水元素付着力がいかに優秀か、お分かりいただけたかと思います。一応まとめです。タルパが未熟なタルパを吸収する行動に注意。完了すると耐性と攻撃力がアップするので、モーションを見たら有効な攻撃で阻止しましょう。続いて12の2、地方伝説のマシナリーです。シールド展開時は耐性が非常に高いので、落下攻撃でシールドを削りつつチャージが完了していない場合は粒子回収に徹しましょう。槍の落下攻撃は硬直が長めなので片手剣がおすすめです。敵の攻撃パターンは全部で3種類。中でも衝撃波の攻撃はダッシュ回避ができないので、ジャンプか爆発の無敵時間で回避するようにしましょう。あとシールド削りにおけるラスト1回の落下攻撃は、基本ローテ中のカズハのスキルを使うことで、少しだけ長く攻撃し続けられるようになります。次のシールド削りに時間がかかるので、少し長めに、シャンディンの戦火輪が消えるくらいまでタルタリアを出し続けても大丈夫です。2ローテ以内に倒すことができれば火力は十分だと思います。大手のまとめです。覚えておきたいのはシールドを破壊しきるタイミング、こちらの火力が高くなるタイミングと敵がダウンするタイミングを合わせることで、より効率的にダメージを稼ぐことができます。特に次のマゾーレガトス戦で重要な考え方になるのでぜひ覚えておいてください。ラストの12の3はマゾーレガトス、12の2のようなジャンプ力強化ギミックはないので、カズハのスキルで地道にシールドを削ります。攻撃モーションが非常に分かりやすいので、落ち着いて回避しましょう。バイオリンを弾くモーションの後は外側に向かって連続で音符が降ってくるので、外側から内側に移動して回避。全員のチャージが完了したらカズハのスキル落下攻撃でシールドを削っていきます。今回は全ての攻撃モーションを見るためにスキル長押しを使っていますが、1回押しで問題ないです。レガトスが王座のようなものを召喚してきた場合は最優先でこれを攻撃、破壊するとシールドを大きく削ることができます。剣を突き立てる攻撃もバイオリンの時と同様に内側から外側に広がるので、外側から内側に移動するようにして回避しましょう。さて、ここでも12の2と同様に、基本ローテ中のカズハのスキルでシールドが完全に破壊されるように調整します。
ペガトスのダウン時間は限られているので、こちらの火力が高くなる瞬間にダウンを取ることでより効率的にダメージを稼ぐことができます。ある程度厳選が進んでいれば、220万程度の HP は1ローテで処理できてしまうのが国際タルタリア。ただ立ち回りに手間がかかるのは事実なので、一応後半も戦えるよ、という紹介でした。最後にまとめです。2回目のシールドを展開されるとさすがに時間が足りないと思うので、後半で国際タルタリアを使いたい人は厳選を頑張りましょう。最後に動画で使ったビルドの紹介です。それではご視聴ありがとうございました。